親フィーフィーさんにジュディ・オングさん、そういえば外国のお客様最近日本にいっぱい来てらっしゃるけど、外国人歌手の特集ってやってもいいよね。日本で一番売れたといえばひなげしの花。アグネスさん。日本の海外女性歌手歴代シングル売上ナンバーワンは実は私なんです。もちろんですとも。ありがとうございます。ここは東京裏路地にあるレコード店。私クリス松村が大好きな70年代80年代の歌謡曲の店をついに開きました。素敵な音楽とお客様からのめったに聞けないお話をたっぷり取り揃えております。本日のお客様はアグネス・チャンさん。1972年「はいアグネスです」と香港から一人の妖精がやってきました。日本中が大騒ぎ。リリースする曲は次々にヒット。一躍売れっ子のアイドルになりましたが、今こそ見直したいのはその楽曲の数々。音楽の最先端を走っていたんです。嘘、私出てます？あれは憎かったですね。クリス松村の注文の多いレコード店。今日も素敵なお客様においでいただきました。今日お越しいただいたのはアグネス・チャンさんです。よろしくお願いします。アグネスさんといえばいろんな作品出されてますけれども、はい、ニューミュージック、今をそのときめく方たちとのそのコラボというか、そういう架け橋を作ったもう本当に先駆者でいらっしゃって、まずちょっと一曲私の選んだ歌を聴いていただいていいですか？はい、もうねこの歌をねもうかけたいんです。これは荒井由実さんが作った白い靴下は似合わない。はい。私の瞳に映ったあなたが涙に歪んでこぼれ落ちてしまう私の心に住んでた。これの歌い方っていうのはユーミンのそのものの歌い方をちょっと真似してます。そうですね、影響されましたね。してますよね。もう、はい、ユーミンの歌い方ですよね。はい、だから、これユーミンが作詞作曲ではあるんですけど、実はもういっぱいいろんな方が関わってて、いわゆるティンパンアレイと言われる、正隆さん、後の旦那様になる正隆さんもそうだし、細野晴臣さんとか、それから林達夫さんもそうだし、鈴木茂さん、こういう新しい感じの作品を受け取って、アグネスさんどう思いました？いや、すごくすんなり入った。はい、すごい刺激されたし、もうストリングスの人が20人バッと入ってもう1回練習したらすぐできるとか、でバンドのミュージシャンもそうなんですけど、本当にドラムスにしてもギターにしても本当に1回でできちゃうんですよ。でもこういうバンドの皆さんはみんな平等ですから、こうやって話し合いながらやるんですね。それはすごく楽しいですね。アグネスさんが大ブレイクしてる時に私は海外だったので帰ってきたらもう大スターで、それでもうみんな学校のみんなが「秘密な一緒にしてね」って、あれがねなんかね歌いやすくて、いつもなんか鼻歌で歌ってました。それはもう74年です。そう、あれもたくさんのニューミュージックの方が、そうなんです。あれこそ最初に関わってる、例えば松本隆さんがね詩を書かれたり、あそこに隠れてる秘密って知ってます？ポケットいっぱいの秘密は本当に秘密があるんですか？はい。あなた草の上ですよね。ぐっすり眠ってた句ですよね。寝顔優しくてねですよね。まさか好きよでささやいたのっていうのがアグネスとなってる。歌詞のトップの部分が全部で合わせてアグネス。はい、私全然知らなくて、何十年後で松本さん初めて言ってくれたの。初めて知りました、そんな話。すごいもう背筋がズズズズズ。松本さんすごいですね。素敵。
それもう惚れ直しました。うわ松本さんはその曲を書いて、すごいニューミュージックの人たちからなんかソース感されたんだって。なんで？お前お金のためにそういう道走るのかみたいな。そうですか。でも山登り行ったんだって。そして知的障害を持っている子どもたちが先生たちと一緒にこう散歩してたんだって。そして口ずさんでたのがこのポケットいっぱいの秘密だったの。そしたら彼は僕は絶対正しい道を歩いたと自信持ったんだって。そのポピュラーって言われるのを嫌う人たちもいるけど、こうやってみんなが歌ってる、みんなにやっぱり愛される、みんなが口ずさむって素晴らしい。やっぱり力ある。それいろんな人の心に届くと、自分の歌詞がやっぱりいろんな人に歌ってもらいたいと思ったんだって。その話聞いてまた惚れ直した。惚れ直した。さあ次なんですけどね、アグネスさんが選ぶ一曲っていう思い出のある一曲っていうの歌だと何になるでしょう？だんだんアイドルで売れて、コンサートできるようになって定期的に、そしたらもう草原の輝きもヒットした時なんですけど、レパートリー少ないので結構 B 面の歌ってしまうんですね。で B 面の山鳩っていうの歌なんです。山鳩。その歌を歌うとたくさんのファンが泣くんですよ。でファンから聞いたらアグネスの寂しさを感じるみたいな歌で。そのシングルあったかな。チューリップありましたよ。そうですそうです。これ、草原の輝き。山鳩だけどこれ入ってんのカナリアかなんかじゃないですか。そうですね、違う。じゃあどんな歌だったかちょっとかけてみたいと思います。いい歌だけど、あの頃お子さんにすごい人気あったじゃないですか。お子さんがこの傷の意味がどういう意味かとか、飛び立つっていう意味が、そういうのが分かった、伝わったっていうことですよ、この歌詞で。ねえ。だってそのまま額面通り取ったら本当に鳩がっていう風になっちゃうけど、自分の心と合わせてる歌じゃないですか。そうそうそう。これをみんな理解できたんですね。いや、子供とはいえやっぱり寂しさとかメロディーとか歌に感じるんじゃないかなと思うんですけど。香港から日本にいらっしゃって、余裕が想像にもあるわけないじゃないですか。大々レコーディングというのは全部仕事終わってからなので、そうするともうスタジオに入るの12時回ったりとか深夜の、そっからスタジオに入って、疲れ切ってますね。疲れ切ってるし、時々疲れすぎて泣いちゃうんですね。だってこの頃まだ20歳になってませんもんね。なってないし、それとやっぱりホームシックだったり。だってデビューしていきなりヒットなんだけども、どんどん来て売れ続けて1位最初からなってなくて、だんだん1位になっていくんですよね。すごく演歌が強くて、その時ピンカラ兄弟とかピンカラトリオとかありましたよね。あれは憎かったですね。憎い。いつも1なんですよね。不動ですよね。ずっと。15、16歳の少女が1位をやっぱり取りたかった。いや、というよりもプロダクションが結構プレッシャーかけるんですよね。どんなプレッシャーですか？例えばひなげしの花ってもそうなんですけど、あと1週間で売れてこなきゃとか。そういうことを言うんですか、近くに？言いますね。うわー、まだ5、6歳の時に、その時どういうふうに思っちゃうんですか？やっぱりプレッシャー感じます。それっていいプレッシャーでしたか？どうでしたか？多分私にとってはダブルプレッシャーだったと思う。ダブル？香港では結構反対されて日本に来たんですよね。で日本でやっぱり成功しないと帰る顔がないんですよ、私。やっぱり香港のことを思うと、香港からとりあえず反対されたのに来たのに、こう錦を飾りたいと。そうそうそう。そういうことですね。そういう意味ではいいプレッシャーだったと思いますね。はい。でもおかげさまで売れたので。いや、すごいことですよ。だって最初の曲からひなげしの花ですからね、誰でも知ってる。ちなみにファーストコンサートはデビューからどのぐらい経ってからですか？すぐやったんです。それは恵まれてますよ。でも私言葉もできないし、でもよくできたんですけど。ずっとアグネスさんって今と昔と変わらない日本語の語学力だと思ってますけど、もっと本当はこれでも成長なさ。そう、昔を聞いたら今いかに上手くなったかっていうのが。こんにちは。
アグネスですあ、それ私たち真似しましたよ。アグネスですみたいな。そう今だったらなんて挨拶するんです？どういうふうに挨拶されるんですか？今はこんにちはアグネスです。なんか違います？本当ですっていう。ちょっと待ってください。なんか違いました。違いましたよ。居眠りしたのねいつか小川のせせらぎ聞いてレンゲの花を枕に今目が覚めたおかえりただいまどこに行ってきたのレンガの色の学生街よよそ行きの都会で暮らしてきたの外国の方がね、とにかくいらっしゃらない周り。だってテレサ・テンさんだってそのリンリン・ランナンさんとかいろんな方が出てくるけど、その後多分アグネスさんの成功がないと皆さん勇気を持って、アグネスさんの成功っていうのはかなり私変えたと思いますよ、日本の芸能界。その後結構積極的に海外の歌手を入れようっていう周りのプロダクションが、ね、動いたんですよね。本当のデビューは香港なんですよね。そうですね。14歳でスカウトされて、スカウトされて、それはなんかボランティアのために子どもたちのために歌ってたらちょっと噂になって、そしてレコード会社の人が来て、アマチュアのアルバムを作るからそのワントラック歌ってくれないかっていう、すごい軽い気持ちでやりましょうっていうことでやったのが、サークルゲーム。サークルゲームね、今日自宅から持ってきました。嘘、持ってった、すごい。これ私のコレクションです。これでも香港のシングルの記録まだ持ってます。1位にもなっただけではなく、シングルでもう一番売れた。つまり、香港の泳げたいやっくん。そうですね。そういうことですよね。そういうことです。聞いてみましょうか。これ実はカバー曲なんですよね。カバー曲です。はい。ジョニー・ミッチェル。この頃ブームでしたもんね。ジョニー・ミッチェル。英語うまいですね。はい、ありがとうございます。これ一人じゃないんじゃないですか。はい、姉と一緒に歌ってます。お姉様、このお姉様と一緒にデュエットされてて、でもね、そのお姉様って日本でデビューされてますね。アイリーンさんじゃないですか。アイリーンさんのレコードもすごい。これはお姉様。はい。これね、アイリーンさんが日本でデビューされたんですよね。もともと女優さんで香港で、仕事してて、で日本に会社から入学させて、でその時にワーナーから多分 2,3 枚出してらっしゃいますよね、歌をね。これが日本のデビュー曲なんですけども、香港ではお姉様が大スターで、それにアグネスさんが続いてったっていう。そうですね。だからもう日本でデビューされた時には香港の方としては大スターっていうことなんですよね。やっぱりアイドルってもともと香港はあんまり売れない、要するに中途半端な年代って言われるんです。14、15。フォーク歌手ですね。じゃあフォーク歌手で、だけどジャケット学生だったから自分の番組も持ったり、アグネス・チャン賞とか持っちゃったり。すいません、15歳ですよね。そう、15、6で。何話したんですか。学校を訪問してみんなを話したりで、学生を招いて、でみんな歌ったりで、自分が 2,3 曲歌ったりと、そういう番組だけどめっちゃくちゃヒットしたの。その番組の視聴率が良かった。学生を中心な番組もなかったし、すっごい生意気な子だったの。アグネスさんがですか。ちょっと想像つかないですけど、生意気という意味は例えばスラム街で火事を起きてわざと放火したっていうようなニュースがあったんですけど、どう思いますかって学生に聞いたりする。全く子供っぽくない。確かに可愛らしくないね。笑わない歌手っていう。笑わないっていうのはそのアイドルっていうものも香港になかったし、基本的にフォークとか、ジョニー・ミッチェルさん歌ってるぐらいだから、笑わないっていうのはもうそういうのが理由なんですか。いや、その時ちょうどベトナム戦争とかいろんなことが起きてた時で、笑えないで世の中に悲しいことがいっぱいあるから、自分のボランティア活動を始めてたし、何が面白いんですか、なんで笑うんですかみたいな。ボランティア活動15歳ですか。それはもっと早く。
中学生入ってからですから、13歳12歳3歳から。だからそういう割とシリアスな女の子だったのよ。はい、もうひなげしの花から日本に来た時にはそのイメージは全くない。アグネスちゃん人形に白い靴下にありました。こっから上ですからね、みんなね。70年代80年代の中で他の方の曲で何か一曲お好きな曲っていうのがあるとしたら何ですか？やっぱりその時出始めたニューミュージックっていう曲が大好きで、井上陽水さんだとか。井上陽水さん、はい、こちらに心模様あります。心模様大好きでした。あとチューリップ。チューリップさん。可愛かったです。心の旅で有名になったけど、心の旅の時あたりで。だからっていう、あとそのちょっと後ですけど、Of Course。オフコースさん、オフコースさんってたくさんでも歌ありますけど、何の曲が？愛を止めないで。愛を止め、79年の歌ですよね。これ、愛を止めないで。もうこの辺りからですよ。オフコースさんが一般的に世間に認知されたのは。この後にさよならってまた出て、それで大ブレイクなさったんですけど。優しくしないで。君はあれから新しい別れを恐れている。僕が君の心の扉を叩いてる。君のそこから逃げないでっていうのが、多分その年代の70年代の女性っていうのはこう自分から告白ってなかなかしなかった年代だし、で自分から愛を止めちゃう、で追っかけられても逃げたくなっちゃうっていう、その女性の心理がよく捉えてるなって。というよりですね、それはその79年は、アグネスさんはじゃあ恋をしてたということですか？したい時期ですね。したい時期だった。周りから声かけ始められた。そのまではほとんど声かけられなかった。付き合ってくださいと言われ始めた。でよく言われるのが、好きになってもいいですかっていう言葉なんです。ちょっと待ってください。男性からの最初のお付き合いねしたいですとかじゃなくて、好きになってもいいですか？なんか好きになっちゃいけないみたいな。いや多分それ自信がないんですよね、きっとね。分かってないその人だから、その人結ばれたってことないですよね、そういうこと言われてね。結局、やっぱり自分がすごい気持ち殺しているんだなと思いました。優しい。みんなこうやって自分の人を好きになりたいんだけど、男性も女性もそういうふうに控えてるんだなって思いました。じゃあもう感受性が豊かになった時の、これがそのまま入ってきた心の中にっていうことですよね。愛を止めないで。何か本当は心のね奥にしまっているようなものがありそうなんですけど、開けないようにしておきます。今の話を聞いてるとそんな気がしました。ここでねちょっとね、アグネスさんにクイズをちょっと出そうと思うんですけど、アイドル自体めちゃくちゃお忙しかったじゃないですか。でアグネスさんが当時のことをどれぐらい覚えてらっしゃるかちょっとクイズにしてみたんですけども、ピアニカちゃんってうちにいるんですよ、陽子ちゃん。ピアニカ陽子ちゃん、まず聞いてください。可愛いです。可愛いってよ。
何の歌だか、もちろんシングルだからお笑いになりますよね。はい、美しい朝が来ます。ねえ、美しい朝が来ます。ありがとうございます。この美しい朝が来ますから問題です。この美しい朝が来ますはある実はドラマのテーマ曲でした。そうでした。そのドラマの名前覚えてますか？あ、ドラマのテーマ曲は覚えている。はい。だけどまだ日本語がそんな得意じゃないのにそうなんです。タイトル覚えられない。タイトルは何だったんだろう。なんかお嬢さん？あ、お嬢さん。全くちょっと違うですね。お嬢さんと真逆のような。逆。お父さん。うん、そこ近いです。おじさん。そう、おじさん。優しいおじさん。あ、もう当たりそうにないから。おじさん愛。おじさん愛人。そんなすごい歌、すいませんけどね、そんなすごいドラマのタイトルの主題歌なんか歌えない年頃です。おじさん愛してる。違う。おじさんです。愛です。そう。おじさま、おじさま愛。おじさま愛です。はい、これの主題歌だったんです、ね。あ、そうなんですね。アグネスさんね、このドラマ出てらっしゃいますよね。嘘。私出てます？ご自分が出てること覚えてらっしゃらないですか？覚えてないです。本当に？どういうストーリーで？足長おじさんの日本版ドラマで。ああ、今なるとその歌詞の意味が分かった。美しい朝が来ますの、はい、歌詞の意味が分かった。分かった。幸せはなりたいのです。幸せになりたいのです。あなたのそばに。あなたのそばで見つけた青空、その素晴らしさ、私は忘れない。そう。それが足長おじさんの歌。おじさまのためなんですね。おじさまの歌。やっと思い出していただけましたか。ねえ、これが。ありがとうございます。今日すごい自分の再発見いろいろできた。ねえ。ここでね、もうアグネスさんにまたもう一曲なんかご自分の好きな。ご自分の曲の中でなんか好きな曲を選んでいただきたいんですけど。すごいマイナーの曲でもいいんですか？マイナー大歓迎です、うち。はい。はい。じゃあお、ジャケットこのある。あります。ああ。メイメイ。メイメイという歌です。はい。これメイメイというのは私のあだ名で、ちっちゃい頃から言われてた言葉で、はい。でメイメイというの歌を日本語で作ったんです。これ歌詞は可愛い歌詞。ありがとうございます。アグネスちゃんさん本人。はい。これお書きになってる。作曲もアグネスさん。これ最初ですか？これが最初ですか？アグネスさんの作詞作曲。日本では。日本語で。日本語では。すごいですね。この等身大っていうんですか。私は70年代の歌は一つの良さっていうのは本当にたわいのことを歌にしてしまう。たわいのないことをたわいのないこと歌にしてしまう。はい。それがすごいその緩さがすごくいいと思う。だけど昔はどう転ぶかわからないっていう歌と衣装とっていうことですよね。でコラボレーションによって。このアルバムはムーンライダーズ一緒に、はい、ムーンライダーズとは全国ツアー回ったんですね。一緒に、はい、まさかバックがムーンライダーズですか？はい、矢野顕子さんとか。ちょっと待ってください。軽く言わないでください。はい。坂本龍一さんの奥さんであり、はい、春咲小紅は特に有名ですけども、はい、その矢野顕子さんが昔まだ名前がそんな出てない頃に、はい、ムーンライダーズと私と一緒にやってたキーボードで割と楽しかったです。すごく楽しいっていうふうに言えちゃうのがすごいですね。この人たちが後々大物にどんどんなっていく、だからもうさっきのもうティンパーレーの話もそうですし、松本隆さんもそうだし、みんな後々ああいうふうに80年代のアイドルの歌をたくさん手掛けていらっしゃったっていうこと、どういう目で見てらっしゃいました？やっぱり感謝ですよね。感謝。はい。シェイシェイ。やっぱりその、ニューミュージックの人がアグネスだったらやりますっていうのを言ってくれたことが何よりも嬉しい。で私を通して試して
そんなに悪くない世界だっていうのを信じてどんどん張り込んできてくれたっていうことはすごい感謝ですよね。そうですよね。いやでも最近会ったりしてるとすごい何を楽しい。何ですか？何ですか？閉店のお時間になりました。ありがとうございます。ね、アグネスさんせっかく今感謝の気持ちとかいい話に話させないの？じゃあ次回また次回お越しください。はい本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。アグネスさんって音楽的にチャレンジをしていたアイドルサウンドのパイオニアだったんですね。ぜひ聞き直してください。今でも新しいことにきっと気づきますよ。